第9章シリウス B アナヒム・アヌンナキ種族オーイヌザ・シリウス B トゥラ星系惑星アシュタリニビルアナヒム・アヌンナキ種族アシュタリはトゥラ星系の中心恒星を回る第4番目の惑星でガスが主成分の巨大な惑星です。そのため地表のような硬い場所はなく、地球のように着陸することはできません。この惑星を特徴づけているのは、その7つの美しいリングです。これらのリングは、氷や岩の破片などの微粒子で構成されており、壮大な姿を見せています。また、アシュタリは、極めて強力な磁場を持っています。この磁場は惑星の中心部で発生するダイナモ作用によって生じると考えられ、周囲に広がる宇宙空間を影響下に置いています。さらに惑星を覆う複数のプラズマシールドが宇宙空間からの放射線や物体の衝突から守っています。これらのプラズマシールドはイオン化した粒子が高エネルギー状態で形成する保護層のようなもので惑星全体を包み込んでいます。アシュタリは銀河で最も伝説的な帝国であるアナク・アヌンナキ帝国の権力の中心です。アシュタリは皇帝とその宮廷が住む平行次元パラレル次元へのゲートウェイとして機能しています。この平行次元はアナヒム、アヌンナキ種族によって彼らの故郷であるウライア銀河の惑星ニビルにちなんでニビルと名付けられました。また、王子イヤ、エンキは自身の船をニビル2と名付けました。彼らは人型爬虫類の変温生命体で、見た目は私たち地球人に似たヒューマノイドです。しかし、平均的地球人に比べ30センチほど背が高く、より筋肉質で肌が白く、毛髪はありません。彼らは卵で繁殖します。また、あらゆる技術において進歩しており、特に遺伝子工学において彼らは最も進んだテクノロジーを所有しています。軍備においても装備が整っており、銀河の中で彼らの存在は大きなものとなっています。彼らの社会は組織構造がしっかりしており、男性が統治する場合が多いのですが、女性も政治や権力において重要な役割を担っています。アナク・アヌンナキ帝国のアヌ最高指導者として知られるオー・アヌ・アッタラーは、宮廷とともに故郷であるウライア銀河の惑星ニビルからナタル銀河のアルクトゥルス・オホーライのボルテクスポータルを使って牛飼い座に現れ、そこに定住し、ナタル銀河でコロニーを増やし、オー・アヌ・アッタラーが銀河の君主となりました。その後、地元オリオンのシカール帝国の女王、ティア、レプテリアン種族によって提案された外交協定、領土取引を受け入れた後、帝国をシリウス B 星系に移すとともに、オリオン領域がアナク・アヌンナキ帝国の管轄下となりました。オー・アヌは治世当初、権力への飽くなき渇望に駆られ、銀河帝国の拡大を常に目指していました。シカール帝国の女王ティアの提案は、彼らの邪悪な意図を隠し、
王アヌのその野望を利用した計画だったのです。ティアから提案された外交協定とは、オリオン領域の広大な領土と引き換えに、王アヌがティアと結婚し、2番目の妻となり、彼ら2人の第一子が、ナタル銀河におけるアヌンナキ帝国の後継者となることが条件とされたものでした。しかし、王アヌにはすでに公式な王妃ナム、アナクのヒューマノイドとの間に息子イヤ、エンキがいました。シカール帝国の女王ティアとの協定によってイヤ、エンキの王位継承権は剥奪され、ティアのレプテリアン型ハイブリッドの息子ユー、エンルルに取って代わられました。ユー、エンリルはティアの母性であり、彼女の帝国の中心地であるオリオン領域のアサメイで育てられました。かつて彼らアヌンナキは銀河の至るところで彼らの目的に役立つような奴隷ハイブリッド種を作ってきました。それによりアヌンナキは銀河中に大変多くの生物の遺伝的多様性や種の混乱を広げる原因となってきました。その頃、地球においてもアヌンナキ帝国の王子イヤ、エンキが地球人類をより進化させるために遺伝子の変更を進めていましたが、義理の弟であるレプテリアン型ハイブリッドのユー、エンリルによって地球から追放され、代わってユー、エンリルによるアヌンナキ帝国が地球を支配するようになりました。そして彼らは大きなグループの地球人類の検体に対し、彼らの資金、金などの採掘を行わせる奴隷的種族にするために、意識レベルが低下するような遺伝子操作を行いました。また、彼らアヌンナキが地球を去る際には、地球人類を支配し、操作するためのエリート集団を残していきました。そこから、ユー、エンリル、ニヌルタ、エンリルの息子、叔父のエンリルによって罠にはめられて利用されてきたマルデュック、エンキの息子によって地球人類は遺伝子的、メンタル的、スピリチュアル的、あらゆるレベルにおいて支配されてきました。同時に彼らは神として崇拝されてきました。ユー、エンリルの血統の一例、ロスチャイルドを含む13の悪魔的家系、ローマ法王も代々エンリルの血統、また、ヤハウエ、ゼウス、ルシファ、マルデュックを名乗る者たち。そして、キリスト教の出現以来、2000年にわたり、人類は二元的で二極化した社会構造を特徴とする魚座の時代を生きてきました。しかし、2020年12月にこの時代は終わりを迎え、新しい時代、水亀座の時代が到来しました。この移行により、宇宙に大きな変化が起こりました。ついに銀河連合と銀河間連合が戻ってきたことにより、地球とその地球人類にとって新たな章の幕開けを告げました。2021年9月、極めて重要な出来事が起こりました。ユー、エンリルは、イルミナティのリーダーであり、シカール帝国のトップであるピンダールと共に逮捕され、太陽系から追放されたのです。これにより、
地球は解放とより大きな自由化へと進むことができるようになりました。イルミナティはシカールが構築したもので、ディープステートの中核となるものです。2022年10月には、3つの銀河連合評議会、5種族評議会、アンドロメダ評議会、銀河間連合シーダース種族の評議会によって裁かれ、裁判では紀元前37万2000年前から今日に至るまでのエンリルによる犯罪の証言と映像が放映され、エンリルはそれらすべての罪を認めました。そこにはエンリルの父親であるアヌンナキ帝国の王アヌが召喚されていました。裁判は銀河連合の高官であるテングリ種族によって指揮されました。彼らテングリ種族はオープンコンタクトで地球人類と最初に接触する種族となる予定だそうです。同時に2021年、塩基が太陽系に戻ってきたことにより、これまでアヌンナキとネブ帝国が支配していた月、地球、土星のリングの内側の所有権が地球に明け渡されました。現在、塩基は木星近くのニビル星におり、銀河連合には加わらず、太陽系の発展と調和をサポートするための助言者としての立ち位置で全体を見守っています。また、現在月にて大量生産されているメットベッドは、アナク・アヌンナキ帝国の王子イアによって提供されたホログラフィックなメディカルテクノロジー、周波数によって不協和音を共振に調整し、傷ついた細胞や DNA を修復するものを採用しています。王アヌと王子イア・塩基は不死身の存在です。シリウス B、アナク・アヌンナキ帝国のアナヒム・アヌンナキ種族についてのお話は以上です。次回はシリウスについての最終章、シリウス C のエメヤ星系のノーモ種族についてご紹介していきます。宇宙とのオープンコンタクトに向けて、銀河ファミリー、宇宙種族についての知識を得るのに、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。いいねボタンやご登録してくださっている皆様、本当にありがとうございます。それでは次回をお楽しみに。